偶然にもワインフェスティバルがやってました。ラッキーですね。早速ワインを買いました。このワインなんですけど、なんかこの時期に産地でしか飲めない発酵途中の若いワインで、赤がフィーデルロッセ、白がフィーデルワイセンっていうらしいです。でドイツ語では赤い羽と白い羽っていう意味だそうです。味は微炭酸で結構通常のワインより甘酒みたいな甘さがありますね。すごい美味しいです。お昼は普通にルクセンブルクの白ワインとパスタを注文しました。自分がカルボナーラで、彼女の方がボロネーゼで、これも結構ボリューミーでしたね。せっかくなのでお昼の後は橋を渡ってドイツにも入りたいと思います。これから歩いて予約してたワイナリーへ向かいます。はい、ワイナリーに着きました。ケーブ・セント・マーティン、カベか。ワイナリーの中なんですけど、結構水浸しになってます。でも理由があるらしくて、タンクに水をかけて温度調整をしてるみたいですね。滑らないように気をつけないと。でこれが昔使ってたワインタンクらしいです。9658リットルも入るらしいです。でこれがスパークリングワインのコルクをつける機械だそうです。最後は一番楽しみにしてたワインテイスティングタイムです。今回奮発して3種飲み比べセットにしました。リースリングとシャルドネかな。酸味が効いてる。シャルドネ独特ね。なんだろう、黒糖みたいな甘みがある。個人農園のワインやね。はい、レミッチの市内に戻ってきました。結構人が増えてますね。結構この白い羽気に入ったのでもう一杯いただきます。濁り酒みたいな感じなんで、日本酒、甘口の日本酒が好きな人はかなり好きだと思います。やっぱりお酒飲んでるとお腹空いてきますね。ちょっとだけ食べていきます。ドイツソーセージっぽい感じのホットドッグです。はい、ルクセンブルクの市内に戻ってきました。なんか街を一望できる場所があるみたいなんで、そっちの方に向かってみます。なんか小さめの農家があります。何栽培してるんですかね。キャベツみたいな。はい、この動画見ても分かるように、町自体が要塞なみたいなもので、もう崖に囲まれてるんですよね。でこの町の景観とこの町自体が要塞になってるってことで、1994年に世界遺産として登録されたらしいです。
道中騒がしい音がしたので何なんですかね、ちょっと後で寄ってみます。ビューポイントまでもう少しです。はい、着きました。いやー、絶景ですね。本当に街が一望できます。とりあえずこういうとこ来たらカッコつけますよね。で、次の目的地のビアバーに向かおうと思ったんですけど、道中このポスターを見かけてしまいました。結局ビアバーではなくてルクセンブルクのビアフェスに参加することにしました。ワインフェスといいビアフェスといい、本当今回の旅はついてますね。お酒好きにとってはたまらないです。ここでルクセンブルク以外にもポーランドとかヨーロッパ各国のビールを置いてます。ちょっといい感じに寄ったので、これからまたはしごしてビールバーに向かいます。ここがビアバー街らしいですけど、ちょっと人は少ないですね。とりあえず入ってみます。そんなにお腹も空いてないんで、ルクセンブルクのハムの盛り合わせだけ頼みました。からのはしごでまたワインバーに入ります。結構 Google でも評価高くて雰囲気がすごいいいワインバーでしたね。なんかお酒を飲み始めると止まらないんで、最後はホテルのバーで一杯と思いきや、また部屋に戻って最後の一杯を飲みます。最後の晩餐、適当やな。はい、おはようございます。ルクセンブルク最終日は、日帰りでフランスに行きたいと思います。中央駅へ向かいます。フランスのメッツまではもっと電車で片道1時間で行けるんですよね。すごい気軽に行けます。はい、メッツに着きました。とりあえずちょっとお腹も空いたのでシャレオツなカフェに入ります。ちょっと恥ずかしかったんですけど、フランスに来てアメリカーノを頼んだら笑われました。いやでもやっぱロンドンにもないこのおしゃれ感がいいですね。素晴らしい。とりあえず観光名所のメッツ大聖堂に寄っていきます。いやー、川沿いが綺麗ですね。せっかくフランスに来たのでビストロに入ってフランスのクラフトビールと、ご飯をいただきます。自分のはグリルチキンと、彼女の方はグリルの魚。結構シンプルで美味しかったです。はい、短い旅を終えてルクセンブルクに戻ります。バスまで時間あったんでベンチで一休みしてたら謎の集団に声をかけられて謎の企画に協力することになりました。最後まで何が目的だったのかよくわからなかったです。でもみんなフレンドリーだったんで結果を笑いとしましょう。で最後はまた無料バスで飛行場へ向かいます。なんか日本のポケモンとかと違って絵がちょっとキモいですね。
ではルクセンブルクさよなら。はい、では最後にルクセンブルク旅行の、総括をしていきたいと思います。土地の面積が神奈川県ほどしかない小さな国に行ってみて実際どう感じたのか、あとルクセンブルクに行く価値はあるのか、その2つに焦点を当てていきたいと思います。個人的には本当に1回はぜひ行ってみていい国だとは思います。ただめがけていくよりは、隣国の、フランス、ベルギー、ドイツに行くついでに、ちょっと寄るぐらいがベストかなと思います。国が本当に小さくて交通機関も、充実しているので、2泊もあれば十分だと思います。自分たちも実際2泊3日で行ったんですけど、動画にもあったように3日目はフランスに日帰り旅行で行ったので、本当に2泊あれば十分だと思います。で、なぜルクセンブルクに、一度は行ってみてほしいと思うのかというと、1つ目はヨーロッパでも本当に非常に珍しいんですけども、すごく安全な国だからです。動画でも触れましたけど、ルクセンブルクの人口1人当たりの GDP は、常に上位を維持しています。なので、スリの心配も少ないですし、あとそうですね、交通機関だったり街もすごい整備されていて清潔感があるので、そこもポイントはすごい高いと思います。あとこれはすごい意外と知られてないと思うんですけど、ルクセンブルク市の、古い街並みだったりその城塞群っていうのは1994年に世界遺産として、登録されています。なので、お城だったり城塞が好きな方多いと思うんですけども、そういう方にとっては、その自然の岩山が作り出す、景色は本当にたまらないと思います。最後にワイン好きの、方にも非常におすすめしたい国です。ルクセンブルクのワインって日本にはほぼ流通しないんですけど、実際ルクセンブルクって白ワインとスパークリングワインの産地として、かなり、ヨーロッパの中でも有名です。ここで作られたワインって本当に7割はルクセンブルク国内で飲まれていて、あと3割その隣国のフランスだったりベルギー、あとドイツで飲まれているので、それ以外にはあんまり出回ってないみたいですね。ワインも本当にすごく有名で美味しいので、動画にも登場してたそのワイン祭り、ワイン祭ですかねをめがけていくと、いいと思います。そのワイン祭りは実際時期で言うと9月から10月頃ぐらいですね。で、動画でも紹介してたその発酵途中のワイン、赤い羽だったり白い羽っていうのも、この時期でしか飲めません。なのでぜひその濁り酒みたいなフルーティーでジューシーな旨味たっぷりな味を堪能してみてほしいです。では動画は以上となります。皆さんもそのヨーロッパで気になる国だったり、行ってみてほしいっていう国があればぜひコメント欄に投稿お願いします。はい、ありがとうございました。